昔の日本。江戸時代の街並みの中、大名から町人たちへ下げ渡された聖域があった。東京中央区日本橋兜町。かつてこの辺りは大名屋敷が連なっていた。享保2年、この地に鳥居丹波の神、多田明の神屋敷があり、神社はその邸内に祀られ代々厚く信仰されていた。それがこちらの小一位鳥居稲荷神社。同じ年、享保2年、多田明の長男として生まれた忠興は幼少期をここで過ごしたと思われる。忠興は見目形がよく、日本一の美男なることよく人の知るところなりと評価されるようになった。その美貌は将軍徳川吉宗の知るところとなり、忠興は吉宗の代わりとして日光東照宮などへ参拝。忠興は名代大名として徳川家斉の時までこの役を務め、出世していった。そんな忠興の正室は亀井氏の娘で、忠興のことを非常に好いていた。そのため、参勤交代で忠興が壬生藩に帰国となった時、制度によって江戸にいなければならない娘は大泣きし、それでも忠興は壬生藩に帰るも、娘は恋しい忠興のことが待ちきれず半狂乱状態になり、食べ物もろくに食べなくなり、衰弱死してしまった。これには忠興も衝撃を受け、今後絶対に正室は持たないと誓い、しかし正室とは子を設けなかったので、家を残すために側室の応募は行ったところ、多くの女性が忠興の側室になりたいと応募してきた。忠興は応募したその中で、美しい娘、芝の金房町の町娘に一目惚れ、町娘を寵愛するも、子は一向にできる気配はない。忠興はどうしても子が欲しかったので、町娘の他にお銀という女性を側室にしたところ、お銀はすぐに忠興の子を産んだので、お部屋様と呼ばれ寵愛されていった。この様子を面白く思わなかった町娘は、ハリーで気を紛らわした。そんな時、ハリーが所持していた脇差しを一目見た町娘は、用事と言って、脇差しを持ちながらハリーといた部屋を後にすると、お銀の部屋へ向かっていった。その時、お銀は鏡の前でうつむきながら髪を透かしていた。町娘は妬ましい。日頃の恨みを思い知れと叫んだ瞬間、お銀を刺し、お銀はすぐさま絶命。町娘もお銀を刺した脇差しを喉元へ向けて突き刺し、絶命したという。忠興は以後側室も持たなくなった。享保6年の大火により類焼し、鳥居家はよそへ転地することになり、跡地の町野外の住民に下げ渡され、それから300年間大切に祀られている。